タタンってその宇宙だと思うんですよね。どんどんこう奥に引き込まれていくというか、もう戻ってこれないぐらいのところにいて、私はここで生まれ育ってはいるんですけど、こんなにタタンに自分がハマっていくとは思わなかったんですけど、未知の世界だなと思っていますお店ではタルトタタンにプレーンのヨーグルトを添えてお出ししてるんですけど、今回はルムーラを使ってスパイスとサワークリームのソースを添えて召し上がっていただけたらなと思っています。でスパイスはアニスシードをベースにクローブとあとピンクペッパーとブラックペッパーが入っています。タルトタタンはスパイスとのすごく相性のいいお菓子です。本来レストランのデザートのお菓子なので、お菓子屋さんのケーキっていう感じではないんですけど、最初はレストランのデザートとしてお出ししていて、で、レストランを辞めて今カフェでタルトタタンをメインとしてやっている流れです。今のラバチュールができたのが1971年。実はその前身がありまして、1964年に京都の祇園で現代美術の画廊をやってたんですね。でそこの場所を改築するにあたって、今この岡崎の場所に移って画廊ベニとラバチュールを併設した場所になったのが、1971年です。食べることがとにかく好きで、祇園で画廊やってる時もアーティストの方たちに美味しい料理を振る舞ったりとか、そこで喫茶もやってまして、で、この場所に移る時にフランス料理がとても好きだったので始めたんですけど、始めてから実はフランスでタルトタタンに出会ってまして、小学校とか帰ってきたらもうここへ帰ってくるっていうような生活だったんですね。で、タタンっていうのはもう日常の景色みたいなもので、それが特別なものとか思ってなかったんですけど、父が建築をやってまして、母もジュエリーのアーティストであったりとか料理のことをしてるんですけど、私自身も美大に行ったんですね。タルトタタンっていうものをやっぱり外に出たことで改めてそれを続けてきた祖母の思いと、あとやっぱりまだ先にどんどんやりたいことがあったんですね。タタンだけにしてもやっぱりリンゴの仕入れとか品種であったりとか、年齢とともにできなくなってたことがあったので、それを私が続きをやろうと思った。今そういう加工用というかクッキングアップルという世界があるんですけど、そういうお料理とかお菓子とかそういったものに使うリンゴを増やしていこうという、活動がありまして、で私もそういう形でクッキングアップルを広めていこうということをしてるんですけど、リンゴって実だけじゃなくて皮とか芯とかも出る、それゴミになってしまうので、そういったものが全部循環していくような方法を考えていきたいなと今は思っています。タルトタタンを作る工程の中でリンゴの芯を取るというのが一番大変な作業なんですけれども、今回使わせていただいたナイフは柄の部分にしっかり重みがあるので、なかなか芯を取るっていうナイフってないんですよね。でメインとしてやっぱり皮を剥いたり切ったりするっていうものなので、芯を取ったりとか、細かい刃先の作業っていうのもできるので、とても素晴らしいなと思いました。ピーラーもとても角度の変化があるので、形の特にうちで使うリンゴっていうのはいびつな形のものもあるので、そういったものに適合するとても素晴らしいピーラーだと思います。刃もとても切れやすくて、剥ける皮もとても薄く剥けるので、初恋グリーンとサンフジを剥いたんですけど、初恋グリーンちょっと柔らかい表面で、サンフジはちょっと硬い色、それぞれに同じ刃でも適合するというのが素晴らしいなと思います。リンゴを通じていろんな方とつながったりとか、その品種のつながりとか、京都でもリンゴを育てたりという話をしてたんですけど、世界中にリンゴってあるんですよね。中央アジアが原産なんですけど、リンゴをたどってその場所場所でそのタタンを作っていきたいなと実は思ってまして、そうやってタタンを広めていって最後フランスに戻りたいなって実は思ってるんですね